はい、今日は炊飯器で作るあんこ紹介していきます。八百屋さんでもね、乾燥の小豆豆とか大豆豆とかね、売っておりますんで、作り方聞かれます。お客さんにですね、簡単に作るレシピとして紹介していたものを動画でも紹介していこうかなと思います。炊飯器で作るのが一番簡単です。鍋でやるとね、ずっとつきっきりで見てなきゃいけないんで、炊飯器でも美味しく作れますから、簡単なんでね、ぜひともお願いします。今日の材料、3点だけですね。小豆、これですね、250g あります。だいたい 200g か 250g、どちらかの分量で売ってると思います。まあ、どちらでも構わないです。今日は 250g でやっていきます。砂糖、糖度はですね、あんこを使う料理によって、使い分けてください。250g 小豆に対して 100g が標準かなと思います。少し甘くしたい方、50g 足して 150g にしてみてください。あとは塩ですね。塩、ほんのちょっと、3、4g かな。味の対比効果で甘さを引き立てる効果がありますんでね。小豆炊くときは塩必ず入れますんで、この3点セットでやっていきたいと思います。今日僕が使う炊飯器は、5合炊きのものを使っていきます。それでは早速使っていきましょう。はい、まず最初の工程、小豆洗います。軽くで大丈夫です。そんなね、汚れてないと思います。水気ね、よく切ってください。水につけてふやかしたりとか、そういう必要は全くないです。もう洗い終わって水を切ったらですね、釜の内釜に入れてやります。お水の分量は 500ml、ペットボトル1本分になります。用意する小豆、今日僕は 250g でしたが、200g の方でもですね、最初に炊く水の分量は 500ml で、やってください。はい、ここにですね、塩を先に入れます。砂糖と塩を同時に入れちゃうと塩が効きづらく、味の対比効果効きづらいんで、塩がね、しっかり素材に入るように最初にね、塩だけ、入れてやります。さしすせその順番だと砂糖の方が先なんですが、塩先に入れることでね、塩の塩味効かせるというね、ちょっと逆転の発想で今日はやっていきたいと思います。普通炊飯していきます。はい、炊飯器のメニューでですね、この急速炊きっていうのがあったら、これでやってください。普通炊飯だと、お水を吸わせる時間があって、その分ね、無駄になるんで、お水吸わせる必要ないので、すぐね、もう加熱してもらいたいんで、急速炊飯っていうのをやってください。あとね、ふっくらしたのが好きな方は、この玄米モードでね、炊くと、炊き時間ちょっとね、長くなります。2、30分かな。長く炊飯されるような加熱状態になりますんで、まあ、お好みの形でやってみてください。今日はですね、急速炊飯で、やっていきたいと思います。それでは炊飯器にお任せです。はい、炊き上がりました。水分がね、なくなって、粒だった状態になってます。これ1回目の炊飯でもう一度炊飯しますんで、ここにですね、砂糖だのなんだの入れていきますんで、説明のために釜ちょっと一回外しますが、このまま連続炊飯できるね、炊飯器だったらこのまま砂糖とか入れてみてください。はい、小豆の状態見てみましょう。一粒ね、取り出してちょっとね、手で潰してみてください。柔らかくなってればOK です。いい感じですね。ホクホクになっております。潰れなくてかったり芯が残っている場合はちょっとね、保温状態で、2、30分ね、蒸らしてみてください。はい、ここに砂糖入れていきます。砂糖はね、甘さ控えめ、100g でやっていきます。それからここにお水またさらに足すんですが、冷たいお水足しちゃうとギュッとね、身が引き締まっちゃいますんで、少しね、沸騰というかぬるま湯な感じのお湯ですね。お湯ケトルで、沸かしました。150ml 入れてください。最初の小豆の分量 200g でも 250g でもどちらでもこの分量は変わりません。何が変わるかっていうと、この炊き上がった後ですね、
あんこの硬さを調整するときに、少しね、水加えながらやっていきますんで、その段階で、水の分量、ちょっとね、変わるかなと思います。はい。じゃあ、砂糖とお湯入れたらですね、2回目の炊飯やっていきたいと思います。はい。今回もですね、急速がある方は急速でもいいと思います。ちょっとね、さっき粒触った感じが、ちょっと硬いかなっていう風にちょっと感じたんで、2回目はですね、僕ちょっと玄米モードで、やってみようかなと思います。はい。じゃあ、炊飯器お任せです。はい。2回目炊き上がりました。釜の中でですね、潰していきたいと思います。はい。では、好みのね、硬さに、潰していきましょう。ワッシャーがあればね、いいんですが、まあ、なければ、こうお玉とかで、こうね、潰して、いってください。ヘラとかでもね、大丈夫です。で、1回目の炊き上がりの時に水をしっかり吸ってるんで、水がね、まだ残ってる状態になってます。この状態でですね、どんどん潰していきます。ちょっと固めの場合はですね、水足してください。水分がないとですね、今度パサパサな感じ、ねっとりじゃなくちょっとパサパサな感じに仕上がっちゃいますんで、必ずですね、水を足しながらやってみてください。はい、だいぶね、あんこの状態になってきました。粒感の残り具合とかはですね、お好みで、やってもらえばいいかなと思います。あと、硬さですね。硬さ。冷えると、これもうちょっとね、硬くなっちゃいますんで、その辺の硬さの調整もやってみてください。水分足すときは、お湯で、足してもらえばいいかなと。お水だとね、この素材が今あったかいんで、熱の温度差があって、うまく混ざらないんで、お湯でやってもらうのがいいかなと思います。ちょっと味見してみましょう。めちゃめちゃうまい。甘さ控えめでやっぱね、豆の香りが鼻に抜けてめちゃめちゃうまい。このね、やっぱね、ちょっと粒ね、残しといた方が、粒感、ホクホク感もあってですね、美味しいと思います。はい、このぐらいでいいかなと思います。冷やしてですね、ちょっと固まるのを待ってから、ちょっとね、使っていきたいと思います。はい、今日は炊飯器で簡単に作るあんこを作り方紹介しました。缶詰とか袋のね、既製品買うより全然美味しいので、もう香りが全然違いますんで、ぜひともですね、簡単なので、試してもらいたいと思います。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。